今回は、F15DJ アグレッサーです。しかし、随分と時間が空いたな。前回も少し触れましたが、環境が大きく変わったので時間がかかってしまいました。さて、中身ですが、他のキットに比べて、機体のパーツが細かく分かれている印象です。パーツの精度によっては、後で苦労しそうだ。その他のパーツです。こちらは、他のキットと大差ない構成かな。ノズルが細かく分かれているのがポイントかもしれません。そして、こちらがデカールです。相当たくさんあるな。デカール貼りは、失敗が許されない作業なので、これは大変そうです。それでは、作業を進めますが、本体組み立て前に処置するパーツは、こちら。エアインテークやエンジン内部の作り込みが必要だから、いつもより少し多めかな。まずは、コックピットのパーツを、グレー FS36231 で塗装しましょう。コックピット内部にいつも使うやつだ。ギアの格納庫に当たる部分は、ホワイト FS17875 です。純粋な白よりは塗りやすいけど、かなり塗り重ねないと発色しないやつだ。エアインテークの内部も同じです。組み付けたら見えなくなる箇所だ。それでも、なるべく丁寧に塗装します。シートは、カーキグリーンで塗装して、側面は、艶消しブラックで塗装します。パーツで分かれているから気軽に塗れるな。ケーキパネルは、下地をグレーで塗っておいて、ケーキ部分を艶消し黒で塗り、エッジにホワイトを乗せていきます。72分の1スケールってのもあって、とても細かい作業だ。塗装した結果がこちらです。だいたい1週間くらいかかったな。ホワイトの塗り重ねがネックでしたね。コックピットを組み立ててみました。スケールが小さくても、細部がしっかり表現されてます。非常に良い感じのキットだ。では、コックピットを機種のパーツに格納し、エアインテーク周りは、機体本体に挟み込んで、別パーツになっているパネルもはめ込んでみましょう。機種と機体をつなぎ合わせると、まさにイーグルという感じになってきます。パーツ同士の噛み合わせも、ほぼ文句なしだったな。新しいキットは、本当に作りやすいですね。エアインテークを組み付けると、塗りにくくなる部分を先に塗装します。かなり狭くなる部分だから、筆が届かなくなるからな。そしてエアインテークを組み付けます。ここも、ほぼ隙間なく、きっちり収まるな。削りや埋める作業が少なく済むので、涙がこぼれます。やばいキットは逆の意味の涙が出るからな。それでは、本体塗装を始めていきたいと思います。使うのは、紙筆産毛だな。最近は、こちらの筆がメインですね。長谷川の熊の筆は、絶版になってしまっているので、サステナビリティを考えて、こちらの筆を積極的に使いたいと思ってます。紙筆は、綺麗にムラなく塗るには、非常に良い筆だと思います。ただ、小回りが効きにくい部分があるよな。それも慣れのレベルなので、使いこなしていきたいと思います。勢い余って緑で塗るべき部分を茶色にしてしまってました。白で塗る部分じゃなくてよかったな。はい、この色なら何とでも取り返しがつきます。1回目の塗装の結果を取り忘れてしまったので、2回目の結果です。ミスばっかりだな。3色すべてが良心的な色なので、2回目でかなり発色してくれています。この分だと、かなり少ない回数で塗装が完成させられそうだ。いつもこういう色ばかり塗れると嬉しいですね。4回目の塗装ですが、柄を少し修正しています。ここからでも修正が効くんだから、この3色の塗りやすさは格別だな。限界はあるので、やりすぎは禁物ですけどね。4回目の結果ですが、下地のプラの色と輝度が近いサンドイエローは、ほぼムラがないように見えます。一番手がかかりそうなのは、緑な気がするな。7回目の塗装です。パッと見た感じ、ほぼムラがない状態になってるようだ。そうですね。完成に近いのではないかと思います。ムラは、見受けられないが、色と色の境が雑に見えるぞ。まさに、こういった部分が紙筆の弱点かもしれません。なので、境界部分をなぞって、修正していきます。使うのは、まずは、紙筆産毛だ。そして、仕上げは、熊野のぼかし筆です。この筆は、まだ継続して販売しているやつだから、今後も長く使えるはずだ。これで、機体上面の3色迷彩の塗装は完了ですね。次は、エンジンのノズル部分です。
マスキングしてシルバーで塗装する形だ。2枚の垂直尾翼が若干邪魔だな。おかげで尾翼の先端を欠損しちゃいました。向かって右のが折れちゃってるな。後で補修いたします。最後は、機体仮面のグレー FS36375 です。これも塗りやすさ抜群の色だな。アクシデントやミスがなければ、数回でフィニッシュできるでしょう。というわけで5回目の塗装で完了させることができそうです。何かまたミスるふりかと思ったが、違ったか。そんなにバンバンミスってたら、さすがにリカバリできなくなっちゃいます。さすがに、最後まで完成しないのは問題だからな。ミスのリカバリにも時間がかかりますから、丁寧に進めるのに越したことはないですね。さらに、主翼の先端をグレーで塗り分けます。この部分はデカールを貼る予定だよな。はい、デカールが完璧にフィットしない場合に備えた対応ですね。最後に仕上げの修正をしていきます。マスキングがうまくいってなかった部分の修正だな。はい、サンドペーパーである程度鳴らした後、面相筆とぼかし筆で処置しましょう。すべての塗装が完了したので、別に塗装しておいた尾翼と、機種部分を取り付ければ、機体本体の完成です。続いてデカール貼りを進めましょう。まずは、デカールの艶を機体に合わせるのと、強度を補うため、3倍に薄めた艶消しクリアを塗装します。そして、手始めに、主翼の国籍マークからいってみましょう。さすがに新品のキットだから、デカールが劣化しているなんてことはないな。赤い日の丸を重ねて貼り付ける必要がありますが、全く問題なく貼り付けられます。細いデカールもちぎれたりせず、うまく貼れそうです。こういうのが一番気を使うやつだが、心配無用だな。貼る位置を見極めながら、一つ一つ進めますが、細かい上に数が大変多いです。塗装より、こっちの方がはるかに厄介だ。ここで、塗装が足りてないところが発覚しました。ここは2色刷りだったのか。貼り付け済みのデカールをうまく避けて塗り分けます。ちょっとしたアクシデントは、ありましたが、ほぼほぼデカール貼りが終了。タミヤのマルチグレーで墨入れを行います。はみ出してしまった墨入れ塗料を、汚しのために少し残しながら拭き取ります。デカールを剥がさないように注意が必要だ。機体本体が一段落しましたので、その他のパーツの塗装に着手します。ジェット戦闘機としては、スタンダードな量だ。冒頭でも触れましたが、ノズルのパーツなんかは、分かれていて、少し手間がかかりそうですね。さて、一番の大物は、増装です。機体下部と同じグレーだな。一方でギアなどは、ホワイトです。細かいとはいえ、今期の塗り重ねが必要だな。そして、タイヤについては、ホイールをホワイト。境界に墨入れした後に、タイヤ部分をタイヤブラックで塗装します。はみ出さないように細心の注意が必要だ。また、ノーズギアのライトは、シルバーを塗装した上に、ホワイトを塗り重ねます。その他、細かな部品の塗装を行ったら、各種パーツの処置は完了です。続いて組み立てだな。まず細かな部品を取り付けます。テープに軽く乗せて接着箇所に持っていきます。ピンセットで直接つまむと、飛んでいって行方不明になるリスクがあるからな。そして、ギアを取り付けて、機体を安全に置けるようにしておいて、機体にパイロンを取り付けて、ギア格納庫のパネルをはめ込み、増装や ECM ポットなど大きなものを取り付けます。今回は、細かいのから取り付けたから、ストレスが比較的少なかったな。これからは、この順番でいきたいですね。最後にキャノピーを処置していきましょう。縦横で別々のマスキングで塗装だな。マスキングの下に滲むのを最小限にしたいですからね。これを機体に取り付ければ、全工程完了になります。F15DJ アグレッサーの完成です。3色の迷彩とデカールによる造形が映える機体だな。デカール貼りを始めた当初は、綺麗に仕上がるか不安でした。これだけ大量にあると、逆に壮観になるな。ノズルもディテールがしっかりしていて良い感じです。機体下部は、この通り、細かいパーツが取り付けやすいよう、適切なくぼみがあったり、作りやすいキットでした。今回、72分の1スケールの機体も、紙筆で迷彩が塗装できました。これで、
ほぼほぼどんな局面でも使えることに確信が持てたな。スペアが1本あるとはいえ、さすがに、10年以上使っていると、熊の筆も傷みが目立っていたので助かります。さて、今回は、少し小さめのキットとなりましたが、次回は、古めのキットに行ってみたいと思ってます。今回も数箇所ミスってたが、致命的なやつをやらないように注意しないとな。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございます。これからもコツコツと作成と動画アップをしていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。